いつもスナッチふくももチャンネルをご視聴ありがとうございます。今回はフクロモモンガと仲良くなる方法の第2弾をお届けします。前回の第1弾の動画ではフクロモモンガと仲良くなるための3つのポイントを頭文字で表したな、に、かの法則のうち名前のなについて解説しました。前回の第1弾の動画は概要欄にリンク先も貼っておきますので、ぜひ後ほどご覧いただけると嬉しいです。では早速本題に入っていきましょう。まずはフクロモモンガと仲良くなるとどんなことができるのか見ていきましょう。こちらに写っているのは僕と一緒に暮らしているフクロモモンガのクロです。彼は鼻の上が少し黒くなっているのが特徴的な子です。フクロモモンガと仲良くなるとこんな感じで手で持つこともできます。常にじっとしているわけではないですが、こんな感じで手の上で遊ばせることもできます。次にこちらも僕が一緒に暮らしているフクロモモンガのシロです。フクロモモンガにはいろんなカラーの子がいます。僕が把握できているだけでも20種類は超えていると言われています。白は目の色が赤いタイプであるアルビノという種類に似ていますが、実は違います。よく見てみると、白はブドウ色の目をしているルビープラチナと言われているタイプで、比較的珍しいタイプのモモンガの種類の一つになります。今から15年前くらいの話になりますが、白っぽいモモンガはとても希少で、今の価格の10倍くらいで取引されているのも珍しくありませんでした。その当時ずっとペットショップに通い続け、眺めては通い続けての繰り返しだったのがとても懐かしいです。それらと比べるとだいぶ価格は落ち着きましたが、それでもこのルビープラチナというカラーは比較的珍しいと言われています。話を戻しますが、フクロモモンガと仲良くなるとこんな感じで手の上で自由に遊ばせることもできちゃいます。また肩の上に乗せることもできます。というより肩の上が好きなので勝手に肩の上に行ってしまいます。肩の上を自由に走り回るのはとても好きみたいです。今はだいぶ懐いてきているので、こんな感じで外に出しても飼い主にすぐしがみついてきたりもします。そして潜るのがとても好きなので、服の中に潜り込んできたりもします。このような感じでフクロモモンガと仲良くするために僕が心がけてきたことをこれから皆さんにお伝えすることで、フクロモモンガを飼う上での参考にしてもらえると嬉しいなと思っています。と、その前に少しだけスナッチふくももチャンネルの紹介をさせてください。当チャンネルではフクロモモンガの癒しの日常や飼い方の動画を日々アップしています。ショート動画は毎日アップしているので、ぜひチャンネル登録をしてもらえるととても嬉しいです。黒や白もとっても喜ぶと思います。よろしくお願いします。また各種 SNS もやっているので、下の概要欄からフォローもよろしくお願いします。今回の動画を見た感想や疑問など何でも気軽にコメントしてください。できるだけ返事をしたいと思っていますので何でも聞いてくださいね。と前置きが長くなりましたが、徐々に今回の本題に入っていきます。フクロモモンガと仲良くするにあたっていろんな人とお話をしていく中で、僕が無意識で気をつけていたことを書き出してみました。飼育方法に絶対はないですが、次のスライドでお見せするような項目に気をつけるだけでもフクロモモンガとの距離がどんどん近づいてくるんじゃないかなと僕は思っています。上から順番に見ていきますね。一つ目はイライラした気持ちで触れ合ってしまうこと。日々生活していく中でちょっとしたことでイライラしたりすることはありませんか？そんなイライラした気持ちはフクロモモンガにも伝わってしまいます。例えばイライラした状態で家族や友達などと話すと、お互い不満やストレスが残りますよね。そんな感じを想像してもらえると良いのかなと思っています。
2つ目はビクビクしながら接することです。どう接したらよいのかわからなかったり、噛まれてしまったら怖いなとかビクビクしながら触るのはフクロモモンガにとっては逆効果だったりもします。これも不安な状態で触れられるとこっちまで不安になってしまう感覚でなんとなく想像できるのかなと思います。3つ目は噛まれたい放題にしてしまうことです。これはフクロモモンガがこの人は噛んでも平気なんだなと覚えてしまうことになり、これも良くないのでちゃんとしたしつけが必要になります。4つ目は触れ合う時間がそもそもないということです。フクロモモンガは夜行性なので夜に活発に動きますが、夜に触れ合ったりする方が良いと言われたりもしています。ですが僕も必ずしも夜ばかり触れ合っているわけではないので、そのあたりの話も後ほどしていきます。5つ目はいきなり手を出してフクロモモンガに触れることです。これは人間の場合でもびっくりしちゃいますよね。いきなり目の前に飛び込んできたりしたらなんか怖いですもんね。最後に6つ目は手を洗わずに触れ合うことです。フクロモモンガはとても匂いに敏感です。このあたりの話も後ほどしていきたいと思っています。もし先ほどのような状態が続いてしまうと、フクロモモンガは次のスライドのような感じで常に飼い主さんに警戒心を抱いた状態になってしまうかもしれません。この写真はフクロモモンガのシロをお迎えしたばかりの頃です。今となってはこんな感じに不機嫌な感じになることはほとんどないので、とても貴重な写真になってます。これは僕に対してとても警戒している写真なんですが、静止画だと分かりづらいと思うので、フクロモモンガが警戒している時にどんな鳴き声を出すのか、音を流したいと思います。結構大きな音になるので、音量にはくれぐれも気をつけてください。では音声を流したいと思います。フクロモモンガはいろんな鳴き声を出すのでとっても面白い動物なんですが、今の鳴き声は不安だったり恐怖を感じていたり不機嫌だったりとても警戒している時の鳴き声になります。ですのでフクロモモンガにとってはとてもストレスがかかっている状態です。僕はどんな風にしてこの状態を解決してきたのか、いよいよお話ししていきますね。ぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。いよいよフクロモモンガと仲良くなるための3つのポイントの頭文字を取ったな、に、かの法則のうち、今回はにを取り上げていきたいと思います。ちなみになは何だったか覚えていますか？忘れちゃった場合はぜひ概要欄の動画もチェックしてみてください。今回取り上げるポイントはにです。もうタイトルなどにも書いているのでバレてはいますが、匂いのにになります。フクロモモンガは遊んだり隠れたりするのもとても好きなので、この写真のように隠れる場所があると入り込んで遊んだりもしています。実際どのように触れ合っていけばいいのか、次のスライドで見ていきましょう。では早速匂いについて僕が日頃意識していることをまとめてみたので順番に見ていきます。まず1つ目はフクロモモンガと仲良くなるためにはできるだけたくさん触れ合ってください。僕は触れ合う時間よりも回数を意識して最初の頃はよく触れ合っていました。ご飯をあげながら背中を撫でたり、手の上でご飯をあげてみたり、フクロモモンガをポーチに入れたままそれを首に吊るしながら仕事や家事を済ませたり、あとはお迎え当初は毎日のように10分でも良いから蚊帳の中や部屋の中を散歩させたりしながら一緒に遊んでいました。服に潜るのも好きなので服の中に入れたまま家で用事をしていたこともあります。直接触るのが難しい場合はポーチ越しに触るのでも OK ですし、ご飯をできるだけ手渡しであげるようにするのも効果的だと思います。25年
くらい前にもフクロモモンガを飼育していた時は、その当時は大人のフクロモモンガをお迎えしたんですが、とても警戒心が強かったです。ご飯を与えようとしても寝床から全然出てこないので、初めのうちは寝床の近くまで手で持ったご飯を近づけて与えていました。3、4ヶ月の間、毎日のように手渡しでご飯を与えるようにしていたら、少しずつ寝床から首を出し、体を出し、そのうち完全にケージの入り口まで近づいてくれるようになって、いつの間にか手に乗ってくれるようにもなりました。そんな感じで、飼い主さんとのたくさんの触れ合いを通して、フクロモモンガに飼い主さんの匂いをすり込んでいきます。フクロモモンガは聴覚だけではなく、嗅覚、つまり匂いを感じ取る力がとても強いです。ですので、それをうまく活用して飼い主さんが接触頻度を高めることで、フクロモモンガに飼い主さんの匂いを覚えてもらい、仲間なんだって覚えてもらうと仲良くなるためにはとても効果的だと思います。次に2つ目です。フクロモモンガはメスよりオスの方が匂いがきついと言われていますが、動物なのでやっぱり独特の匂いはあります。この匂いの元はおしっこが原因ですが、おしっこをあちこちにすることで、ここは俺の縄張りなんだと自己主張しているので、こまめにケージ内や遊び道具などを洗ってしまうのは、急激に環境が変わってしまい、フクロモモンガにとってストレスになるのでやめてあげた方が良いと思います。ですが、ポーチなどを全く洗わないのも不衛生になり、細菌感染などの恐れもあるので、例えば今日はハンモックを変えよう、明日はケージを拭いてみようかな、明後日は遊び道具を洗おうみたいな感じで少しずつローテーションを組んで洗ったりすると良いと思います。そんなにこまめに逆に洗う必要はないと思いますが、イメージとしてはローテーションする感じが良いと思います。そんな中でハンモックやポーチやタオルなどは、普段僕が着ている服などを洗う洗剤を使って一緒に洗ったりもします。洗剤を使って良いかどうかは賛否両論あると思うんですが、きれいに洗ってあげると白も黒も喜んでそれらに飛びついてくるので、彼らが喜んでくれるならまあ良いかなって感じに思っています。ここで伝えたい大事な点は、同じ洗剤を使うことでこれが飼い主さんの匂いなんだってより覚えやすくなる、より覚えてもらいやすくなると思うので、せっかく洗うなら同じ洗剤で洗うのが良いのかなと思っています。だいぶ長くなりましたが、最後に3つ目です。触れ合う前にも手を洗う理由は、手についた油汚れ、例えば食事した際に間接的に手に移ってしまった匂いやハンドクリームなどの汚れを落とすためです。先ほどお伝えしたように、フクロモモンガは嗅覚がとても優れています。ですので、ちょっとした匂いにもうわって感じで、それだけでストレスが溜まってしまうのかなって思っています。ですので、できるだけ手を洗うことは大事なのかなと思っています。ですが、事前に手を洗う理由としてもう一つ大事なことが実はあります。僕は昔から動物とかを触ったりするときにこまめに手を洗ったりはしていました。その理由は、人間についている菌がフクロモモンガに移ることで、人間に悪さはしないけどフクロモモンガには悪さをする菌もいるかもしれないからです。逆もしかりです。僕の大学の時の専攻は畜産だったのですが、その時に人間や家畜の両方に共通する感染症や、どっちかにだけ影響を及ぼす感染症だったり、そういう動物の細菌やウイルスに関する勉強もしたことがありました。同じ哺乳類であるフクロモモンガなどにもきっとそのようなことがあるのかなと思って、触れ合う前には手を洗うようにしています。もちろん触れ合った後も手を洗わないと、その菌がまたどこかに付着するかもしれないので、自分のためにもフクロモモンガのためにも手を洗った方が良いのかなって考えています。最後に補足になりますが、仲良くなるために触れ合う回数が大事なのは分かったけれど、そもそもそんなに時間取れないよって方はどうすればよいのかというと、ポーチに入れて30分から1時間ぐらいぶら下げておくだけでも良いと思います。飼い主さんとの距離が近ければ近いほど匂いもすり込めるので、直接遊んであげられなくても首にぶら下げながら用事などを済ませても良いのかなと思っています。僕も時間がないときはそうしていました。ただ、ポーチから出した後は喉が渇いているかもしれないので、水分補給などもしてあげてください。
また夜は早く寝たくて夜遅くは無理って場合は朝方に触れ合っても良いと思いますし、昼間とかでも良いと思います。ただ昼間は基本的に寝ているので、ポーチ越しに優しく撫でてあげるくらいがちょうど良いのかなと思います。初めが肝心ですが、慣れてきたらそんなに回数は触れ合わなくても平気だと個人的には思っています。実際僕は今となってはカヤンポやヘアンポは月1から2回ぐらいしかしていないです。お迎え当初はほぼ蚊帳の中で遊ばせたり部屋の中で遊ばせる蚊帳んぽや部屋んぽをしていました。あとは数日に1回くらいケージの外に10分間くらい出して一緒に遊んだりするくらいです。毎日ご飯をあげたり体重は測ったりしているので、その時に軽く触れ合ったりはしますが、お迎え当初よりはがっつりとは時間は取っていない感じです。それでも黒も白も元気そうにしているので、日々様子を見ながらフクロモモンガと接している感じになります。だいぶ話が長くなっちゃいましたが、ポイントを整理します。今回の動画でお伝えしたかったことは、手洗いをしっかりしてできるだけ触れる回数を意識して、フクロモモンガに飼い主さんの匂いを早く覚えてもらって友達になろうってことです。少しでも僕の飼育方法が参考になれば嬉しいです。今後もいろんな飼い方動画などをアップする予定です。今回の動画もぜひ高評価、いいねボタンを押してもらったり、チャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。今回の動画を聞いた感想や質問などもどしどし気軽にコメントしてください。最後に次回の飼い方動画の予告になります。フクロモモンガと仲良くなるための3つのポイントの頭文字を取ったな、に、かの法則の最後の頭文字かについてお伝えする予定です。かは何の頭文字かぜひ予想してみてください。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしています。